皆様こんにちは。知ること語ることの時間です。今回は前回に引き続き能楽師の山井綱夫さんのお話を伺おうと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。前編の方でですね、その型をきちっと、私はこれは非常にね印象的なお話で、そして型をきちっと伝承していくと逆にその場でその自由な組み合わせができる、要するに型を否定することが自由だという思い違いが非常にいろんな分野で起こったのがこの100年だと思うんですが、私は型があることによる自由というのが日本人が見出した偉大な知恵だと思ってましてね、その今のそのリハーサルなしに統一的なね空間を作ると、これ大変なことですよね。しかも一人一人みんな癖あるでしょ。ありますあります。能楽師人間としての癖もすごい一人一人あるじゃないですか。能楽師個人の癖というかそれぞれのですねありますよね。あります。はい。そういうものがその何このバラバラ感なんて思わないわけですよ。もちろんこの山井さんがおっしゃってたみたいにうわーっていうね、みんなでこう一瞬垣間見る頂点っていうのはそれはしょっちゅうあるわけじゃないかもしれない。でも必ずきちっと統一した一つの演劇的な満足感というか、統一感というのがね、私もずっとこう拝見してきて、必ず生じますよね。これはすごいなと。ありがとうございます。能楽は最終的にはやっぱり調和させるところに持っていくと思うんですよね。で能楽師の心の中にはいろいろこの野郎とか言っていろいろ思いながらいろんな思いをみんな、舞台上では大変ポーカーフェイスでやってますけれども内心は実はいろんなことを感じながら結構ああでもないこうでもないっていろいろ思いながらやっぱりやってます。合う合わないとかあるわけですよね。ありますあります。芸風もそうだし、はい、で間なんかは一番それがありそうな気がする。そうです。はい、やっぱり間というものがすごく大切なので、音楽的に言うとやっぱりそんな音の出てない空白の間、そこにどんな思いがあってっていう、そこにはっきりと共演者の発している間で、意図を感じる、はっきり意思を感じる、こうしたいっていう思いを感じることっていうのがやっぱりもうそれだけでも十分伝わるわけですね。ですからその見えないやり取りっていうのが舞台上の中で数多くやっぱりあって、僕はこれ私個人の考えですけども、能楽師っていうのはやっぱりその目に見えないさまざまな舞台上で出てる電波というか波動というか気というか、そういうものをこうキャッチできる、享受できるっていうことがとても実はすごく大切なことで、やっぱり独りよがりにならずに、やっぱり周りといかに最終的には調和させて一つの舞台を成り上がらせていく。でそこには別に何の相談もなくいきなり始めてパーンとやってしまう。でもやっぱ最後は一つの作品として調和を取る、そこにいろいろな思いがあるとしてもですね。ですから僕はよく講座なんかでよくお話するんですけど、忖度っていう言葉は割と割と良くない方に言われますけど、だから僕は忖度という言葉は結構好きだなと思って、やっぱり思いをおもんぱかるとかですね、やっぱり相手の心が、日本人ってそうじゃないですか。日本語がそもそももうあなた分かってますよね、英語圏の人と違って、いわゆるヨーロッパ、欧米の人と違ってですね、あなたこの思い分かりますか、はい分かります、以心伝心というかあうんの呼吸って言いますか、言葉にしてなくてもその行間とか伝えてなくても、その思いはきちんとやっぱりこうあうんで言葉にしなくても伝わってるっていう、その電波の伝わり方っていうのがやっぱりこの日本語というか日本人のやっぱ僕は素晴らしさだと思っていて、それがやっぱりものすごく巨大にデフォルメした形で舞台上のやり取りとして僕らは能楽師っていうのは能楽の世界ではそれをとてもそのやり取りをあうんのまさにそのやり取りをですねとても大切にしていて、でもそれは日本の文化とか日本人という存在の生き方とかっていうのが、僕はもっと日本人って中途半端でものの主張はしないし、何考えてるか分かんないし、自己主張が下手だ、もっと強く自己主張して自己アピールすべきだってこう言うけれども、もちろんそれは大切なことかもと思いますが、でも
これからの時代の、世界的な流れを考えた時になんかおもんぱかるとか相手の気持ちになるとか、そういう気持ちが言葉にしなくても伝わるっていう感覚っていうことをもっともっとやっぱり大事にするっていうことが、僕はやっぱり日本人、今の日本人もそうだし世界中の人たちがやっぱり、まさに今こういろんなことがいろんなことになってますけども、とてもとても大切なことになる、なんかそういうことがもっと伝わるといいなというふうに思うんですよね。はい、それは伺っていてね、例えば今世界欧米のリベラリズムが多様性の尊重と言ってます。でそれ文言だけ聞いたらそういうことは大事だと思うんですけれども、その実際の多様性の尊重というのはね、一つ一つが言語で自己をあまりにも明確に打ち出していった時にはね、尊重できないですよね。やっぱり相入れない、あなたの考えは絶対に嫌だというふうになるんですよ、現実には。そして結局それがある特定の考え方に対する圧力になっていく。で私は伺いながらね、あうんの呼吸、以心伝心忖度っていうことは日本人のコミュニケーションの手段であって世界では通用しないよと言われるけれど、むしろ本当に世界というものは、欧米基準のリベラリストが多様性だと言っているようなレベルではないんです。もっとずっと多様なんです。そして言説化できない、あるいは特定のこの主流派の民族や主流派の先進国なるところだけで多様性を決められてたまるかっていうものがあります。でそういう本当の多様性ということを考えた時にはね、忖度や以心伝心ということはむしろ人類の側に我々日本人がもう少し教えていくべき一つの在り方、人と人との在り方ではないかというふうにも感じるんですね。でその伺いながらふとね、世界でもよく講演をされているですよね。で裏千家の千玄室大宗匠が、若い時から一蘭のお茶から、ピースフルネスをと言って、そのお茶の精神というものを世界にむしろ伝えていくことが一つの平和のメッセージになると。で私は非常にそれに共感をするんですけれども、お能のありようというものも非常にそういうですね、そのものが純粋な芸術としてだけではなくて、一つの人と人とのこのコミュニケーションや調和という意味でも何か世界に向けてメッセージになる気がいたしましたね。はい、ありがとうございます。いや本当に能楽の中で描かれている世界のいわゆる根源的なものっていうのは、やはりその川水闇のドラマ化する前のですね、例えばですけど、手前の私のコンパル流で例で言いますと、いわゆるもう実際に行われている春日大社のやっぱり神事であるとか、やはり900数十年続いている春日大社の春日若宮大祭りっていうものを実際の目の当たりにする見た時なんか私も本当に思ったんですけど、やっぱりこういう自然との調和、自然を神として崇めて、そしてそれに対してやっぱり毎年祈りを捧げる、そしてそれはやっぱり山であり自然であり大地である、地面であるっていう感覚、それはやっぱり能楽のやっぱりすり足とかことにもつながっていくと思うし、その自然崇拝、自然という存在を神として私たちは崇めて、そしてそこに対してさらに日本人のすごいところは、その大陸から伝わってきたさまざまな文化をそのままやっぱり、伝えてきましたですよね。仏教もちろん来て、でそれがまた、例えば、私卒業した高校がですね、東霊藤沢高校って言いまして、神奈川県の藤沢にあるところで、実はその隣にですね、慈宗という、鎌倉時代の一辺上人が作った、総本山があって、その学校なんですね。そうですか。私は別にそこにそういう意味じゃなくてたまたまその学校に入ったんですが、その学校を卒業して、ずっとそこの実習の僧侶の方がもう本当に私の恩師だったりしますけれども、もう卒業しても何年も経った時にですね、あるその学校のイベントに参加した時にですね、面白かったのはですね、その一辺上人の
イベントというかあれで、熊野本宮に行くと、修学旅行で熊野に行くんだっていうわけです。これ一辺上人の一大イベントだと。は先生なんで一辺上人が熊野本宮行くんですかって言ったら、いや一辺上人は熊野本宮でつまりその信託を受けて、それで知識を広げたんだと。はあ、で今のお上人が本当に実際行って今のあちらの宮司さんと手を取ってですね、ああお元気でしたかとこう握手をしてるわけですよ。で今の熊野本宮の敷地内にですね生豚仏っていう石碑が立っていて、でこれ神社本庁から、俺そう言っていいからあれなんですけど、神社本庁からいろいろあったけども今の宮司がいや絶対建てるということで、仕切られたということで建ってるとこう聞きました。例えばそれは今の時代ポッと始まったことではなくて、とてつもない実は昔からいわゆる日本でいう神仏集合という考えがあって、例えばそれは山形県のずっとあそこでは出羽三山というところで修験道という形でやっぱ神様と仏様の教えっていうのが一つの合致した形で日本のオリジナルなこう宗派として宗教っていうかなんていうか一つの自己鍛錬といいますかね、そういうもので出来上がってきた。でそういうこう能楽も含めて日本の文化っていうのは実は能楽日本人が古来からずっと守ってきたものという、いわゆる神道というものだったり、そこに例えば端的に言うと仏教というものが入ってきた時に、そこにこう一つのこうせめぎ合いっていうことではなく、それをこう合致させて合体させて、さらにどこの国にもないようなものをオリジナルでこう作っていくっていうんでしょうかね。それがやっぱりその日本人っていうのは真似から入っていくけれども最終的にはオリジナリティなものを作っていくっていうことがとてもやっぱり得意で、それ日本人のやっぱり僕は素晴らしい特性であり、能楽もそういう流れの中でできた日本文化っていうのもだからそこがやっぱりある種シルクロードから伝わってきたつながってきたことがいわゆる文明が始まったいわゆるペルシャ、それからずっと向こう側に西の果てにつながっているヨーロッパの方々のこうずっとつながってきて、じゃあ日本の文化っていうことに対する理解の中でいや共感できる全然真逆なんだけれども、僕なんかも言ってすごく言われたのは、ものすごく能の世界共感できると。自分たちとは全然違う世界だけど、一緒なんです本当はっていうようなことをおっしゃるわけですね。ですからそこはやっぱり取り入れていく、あまりにも独立独歩で、独自に進んだってことではなく、どこかでやっぱりうまくそれを取り入れて膨らませて独自に練り上げていったきた。しかもそれが途絶えることなく、断絶をせずに現在までずっと人から人へ連なってきたっていう事実、これは世界的に見てもやっぱりいろいろなことがあると、戦争だったりということがあるとなかなかつながらなかったりとか、絶滅してしまったりということが文化に関して、文化芸術に関してありますが、日本はそれがずっとつながって現在までつながってるんだっていう、この本当に世界的に見た時のこの本当に人類的な世界的な意義っていうことをやっぱり今一度日本人がやっぱり理解をし、その素晴らしさですね、そこをいわゆるあえて申し上げるとやっぱり戦後ですね、やっぱりあれだけ日本が焼け野原になってもう全否定自己全否定から再スタートしなければならなかった、70何年前のところからの、私は能楽師という立場から言わせていただくと、そこまで自己否定しなくてよかったんではないかというところが、やっぱり自己反省とともに、それはある種の平和主義ということはとても大切なことと思いますけれども、でもそこでやっぱり、とても大事なことも失われてきてしまったっていうことはあったのではないか、そこをやっぱり今一度きちんと見直してやっぱり、自信を持って、そこは日本人のやっぱり昔からずっとつながる意味での良かった点なんだっていうことを、まさにそれが世界の地球の裏側の人たちから日本というものが見られた時に、日本ってこういうことですよねっていうことを地球の裏側の人からこう、全く真逆の価値観の人から教えられるとか、ああここまで日本の文化のことをよく理解されてるんだっていう方がやっぱり出会うわけですね。僕も世界中こう行ってきながら、じゃあそれが日本人がどうなのか、
僕なんかも本当文化交流士という役をかつてさせていただいた時に、アメリカのすごく田舎の町に行きました。その大学のところで講義をした時に、地元の方々もいっぱい来てくださった学生以外にですね、で最前列で聞いてた日本のご婦人がいて、でこうやってすっごいこうやって聞いてたんですね。で僕のずっと講義を来てレクチャーワークショップを見て、終わった瞬間にその女性が飛んでこられてですね、こうおっしゃったんです。私は何十年も日本に帰っていないけれども、日本っていう国を客観的に見てる、感じてる、疑問も感じてた、素晴らしいとも思ってた。でも今日あなたの話を聞いて、すごく私の長年の疑問が解けました。さあその疑問が、今日本に住んでる日本人が一体どれだけその素晴らしさを感じているでしょうか。あなたは、日本の素晴らしさ、こうやってわざわざここまで伝えに来てくれたけれども、今、あなたは日本にお戻りになられて、日本にいる日本人にぜひ今日このアメリカの片田舎でお話しされたことを日本にいる日本人に話してくださいって言われて、日本人にこそ日本の理解が必要だということをアメリカにいる何十年もアメリカにいる日本人の方から、教えられた思いが私の中で強烈にありまして、それは世界に十分共感を呼べるだけの普遍性があるけれど、なぜかといったら日本人自身が、先人たちが長年それを育んできた、その育みが深いから普遍性が出てるんだと、普遍的なものに至ってるんだ。だから逆にそれを継がなければ、我々が持ってきたこの世界に十分通用する普遍性自体が消えてしまうと私も思うんです。でそういうふうに考えた時に、ちょうどこの番組の収録の少し前に相次いで能楽の世界の大変大きなご存在が亡くなられて、浅見正邦さん、そして野村史郎さんと、お二人が本当に短い期間に亡くなられましたが、このお二人について少し思い出、あるいは何か山井さんからのオマージュがあればお聞かせいただけますでしょうか。そうですね、私はコンパル流という流派なので、浅見正邦先生だったり野村玄説、野村史郎先生っていうのは観世流の大変お偉い方なので、直接的にやり取りするっていうことはとても数はもちろん少なかったですけれども、浅見正邦先生の場合、去年ですね、実は遺留共演という形で、コンパル流の自由隊コーラス隊で、私もその一員で、歌いましたコーラスで、浅見正邦先生が舞う、そのメインキャストをやるという機会があって、その時に目の前で、本当に同じ舞台の板の上でですね、その浅見正邦先生の世界ということを体感しました。でやっぱりものすごく美しく甘美な世界っていうか、なんて言ったらいいんでしょうか、中性的な世界というか、ちょっと僕らのコンパル流にはない、というかあれはやっぱ浅見正邦先生独自のこの美の世界、この美しい存在、この時は静御前の役をされていたので、特にやっぱりその身につけられている装束という衣装とかチョイスの選ばれ方ですね、これもやっぱり僕たちにとっては大変どういうものをまとうか着るかっていうのも、本人の自己責任においてとてもやっぱり大事なことでありますので、もちろん舞われてる歌われてるそのお姿の美しさもそうだし、そのご自分で選ばれて着てられるその装束の美しさとかですね、なるほど、やっぱりこれはやっぱりもう独自な美の世界ですね。本当に究極の美というものを表現されてるっていうのが、浅見正邦先生っていう方はそういう方なんだっていうことを僕も舞台の上ですごく痛烈に感じました。そういう一つの先人との共演をまだお若い世代である山井さんなんかが重ねるっていうこと自体がおそらく継承なんでしょうね。ありがたいですね。やっぱり僕は本当にそういうことで先人と一緒に、例えば流儀が違えば教えてもらうことがなかなかなくても、例えば舞台で一緒に
やっぱり真剣勝負させていただくっていうことでたくさんのことを学ばせていただいたり、例えば野村史郎先生、野村源節先生なんかだと、僕実はインタビューをさせていただいたことがありましてですね、でその時にやっぱりさまざまなやっぱりこうお話をお聞かせいただいて、壮絶なる若手時代のこう修行のお話とかですね、本当にもう夜も寝ないでずっとこう、お稽古をしてたりとか、それから関西ご宗家に、着いた時のことだったりとか、それこそ能楽の世界では関西久夫先生という方が、偉大な方がいらっしゃいますが、関西久夫先生に対してこう稽古をしてもらったこととかですね、そういうさまざまなご苦労の話たくさんお聞きしました。もともと狂言のですね、お出の方なので、やっぱり結構周りからバカにされて、非常に「お前は狂言の出のくせに」みたいな「狂言のくせに」みたいなことを言われて、非常にそこでこう悔しい思いをしてきた。だから今に見ておれ、今に見ておれという思いでやってきましたと。その思いは今でもね、私の心に今でもあるんですよ。私のそれが今の原動力なんだとこうおっしゃったんですね。でも私から見ればもう野村史郎先生、源節先生なんてもう十分大成功されている方で今更何を望むって言ったらもちろん変な言い方ですが、ここまで成功されてても、いやまだまだ私の思い多分源節先生、史郎先生が思い描いている世界、もっとやりたい、まだまだという強い思いが泉のように到達したい世界といいますか、いやもう全然もっとこう崇高なる世界っていうのがあって、そこに対してのやっぱり挑戦チャレンジっていうことはまだまだ続くという、その強烈ななんていうかこの思いっていうのがですね、いやもうすごいな、そのエネルギーというか気迫といいますか、気迫、そうですね。だからもうその思いっていうことがやっぱり道を切り開いてこられた。もちろん舞台の上でやっぱり流共演の場で共演させていただいたり、楽屋でやっぱりお話しさせていただくとかいうことが、もちろん野村史郎先生、源節先生はたくさんお弟子さんがいらっしゃいますから、教えを受けた方がですね、もちろんそんな方には僕は到底及ばない、流派も違くて到底及ばなくても、なんかその本当にかけらでもその思いを自分の中の糧として持っていくっていうことが、なんかやっぱり伝承、やっぱり伝統をやっぱり継ぐっていう、お二人とも非常にこうかなりギリギリまで舞台も立っておりましたよね。私の中でもこう文字通りその重鎮としての現役のままこうかなり突然訃報を伺ったような印象がありますけれども、そのギリギリまでこうやはり舞台に立つというのも一つのね、これ世界中の芸事でやはり他の分野に比べても芸事の世界っていうのは皆さん本当に高齢になって体が効かなくなってもこうそこでまた飛躍をされるというね、凄さがありますね。そうですね。いやこれもよく僕も機会があるとお話しすることなんですけども、能楽は一体何を目指しているのか、最後の境地とは一体何だろうかっていう時にですね、よく言われるのは能楽ではもう本当に全ての役、年の年代役演じますけれども、おばあさんの役を演じること、老女というものを演じるのが能楽の最高の境地だというふうに言われています。その演目いくつかありますけれども、その老女もの、を演じること、それが一体なんでそんなにすごいことなんだろうなっていうことを感じたことがあって、でそのですね一つの、僕なりの一つの答えが出た時があって、それは僕が24歳の時だったんですが、もう今ちょうど僕48歳ですから、本当に24年前になりますけど、私の能楽の父だと言われ慕っていた先々代79世コンパル信孝先生が、その能楽最高、私のコンパルでは本当に最高境地でですね、一子相伝と言われている曲があって、それは関寺小町というんですけれども、100歳の小野小町がもう今はもう本当に寂れた家に一人で住んでいて、そこに和歌のとても詳しいおばあさんがいるから、稚語子供稚語を伴って話を聞きに行った。いろいろ聞いてるうちに「あなたは誰ですか?」「私は小野小町ですよ」ということで「あなたはこの小野小町ですか?」「100歳の小野小町」で若い稚語が舞を舞うことに、それを見て七夕の夜にそれに引きずられるように引きられるように「いや俺は杖をつきながら100歳の小野小町は七夕の夜に
杖をつきながら舞を舞うっていう、ただそれだけの曲なんですよね。でそれが最高境地で、私の、恩師金原信孝先生は当時77歳だったと記憶していますが、その時に関寺小町をやるとご決意された。1年間全ての舞台を休む、君の稽古も休ませてほしい、私は関寺小町に集中したいんだとこうおっしゃった。もうどうぞ先生と生意気に私そんなことを申し上げました。でたまたまその時にコーラス隊にですね、私がキャスティングをされまして、で一緒にその渋滞をコーラスを歌う。どんなに難しい曲なんだろうと思って目の前で見たら、24歳で私とっても生意気でした。私でもできる、1週間あればできると思った。でそれがですね、なんでこれが最高の境地なのか全く私は理解できず、こんなにシンプルなんです。とてもシンプルなんですね。いやこれ私だったら1週間あれば金原信孝先生が100歳の老女としてやろうとしていること同じことできる自信がありました。24歳の時ですね。これが最高の境地とは何だろう、全く分かんなかった。稽古を重ねていくうちに、本番の前日にですね思いついた。これは技とか技術とかではなく100歳の野小町、つまりもうあのように限りなく近づいた100歳っていうことはもう全てそぎ落とされている。金原信孝先生で言ったら77歳という年齢で非常にお年を取られておられました。そんな中で何があるかって言ったら最後は魂しかない。そのいわゆる生き様、おそらく明日は金原信孝先生の77年間の生き様が全て凝縮された1時間半なんだろう。それはもう技とかそんな陳腐なものでは語れない何かがきっと表現されていく。その一つ一つにそこには何かこの金原流をずっと守ってくれた守り神みたいな存在が降臨してくるのではないか。きっとそんな舞台が能楽の最高境地なのではないかとですね、私生意気にも前日の夜にそう思いついたんです。なるほど。で私渋滞のそのコーラス隊の端っこに当日座っていてその舞台を見ていて、それは壮絶な舞台でですね、もう目の前こうやって歩いてて吸い込まれちゃう。これちょっと概念でちょっと説明しづらいんですけど、見ちゃいけないんですけど、私はコーラスで立ってて舞台で見ちゃいけないんですけど、ふっと見たらふーっとこう魂持ってかれるような、いかん自分はコーラスを歌ってるのだ、いかん見てはっていう感じで。見てはいけないものなんです。はい、もう見てはいけないんですね。でも視界に入るもんですからふって入った時にふってやるとふっと魂を吸い取られてしまうというか持ってかれちゃうので、いかんとこういう感じのもうなんか別なる存在だったんですね。で、その時にですね、これとてつもない世界の時に実は、終盤で、これ私あえて申し上げますが、信孝先生が実はですねその関寺小町の最後舞台で倒れられたんです。バタンと倒れた。えっとなったわけですね。でも目の前では実は私たちは助けられない光賢という役が助けに来ました。で実は信孝先生その時にはもう意識がなかったそうなんですが、杖をつきながら立ち上がり、舞台上で実は3度倒れられました。僕はこのまま信孝先生が死んでしまうんではないかと思って、もうやめてほしいと一刻もこれやめるべきだとやめさせてほしいと思ったんですが、もうそれでもご本人は立ち上がってやろうとする。もう最後もう光賢がいわゆる黒子役ができてもう支えて最後もうちょっと舞台の後ろ側に控えていただくという状況だって。で実はですねそこまでの舞台が壮絶だったので倒れたという現実が受け入れられなくてですね、現実に何が起きたかと言いますと、我々もそうだしお客様がですねすすり泣き、でそれはもうその時にすでに77年の人生の歩みということが凝縮されて、そして倒れて立ち上がる倒れて立ち上がる、これはまさにですね、で実はこれ不思議な話でですね、舞台終えられて、最後は実は金原家のご分家の方がですね、最後代役をされました。もうそのままの姿で、これが実は能の心得なんですけれども、で最後は側近のお弟子さんに手を取られて信孝先生は最後橋掛かりという最後長い渡り廊下をご自分の足で、幕に入られました。で地鳴りのような拍手で、もう人間の拍手ってこんな音が出るのかっていうぐらいのとてつもない音があって、でその後私は医者ですという方がたくさん学園に訪ねてこられて、で、ご本人もですね、舞台で倒れたということで申し訳ございませんなんてことをおっしゃってた。で翌日 CT 検査全て実は体チェックしたらばどこも悪くなかった、全く病気でも何でもなかったという話なんですね。で僕はですね、これは私の勝手な解釈ですけれども、信孝先生はですねなぜ倒れたかというと、
あの世の世界にあまりにも行ってしまった、本当に行っちゃった、本当にもうあの世の世界に行っちゃったかもしれない、そのスレスレのところで僕は倒れた、でしかもそれで最後立ち上がって、もうご本人は実は記憶がなかったそうなんですけども、それは舞台としてはある意味で倒れたということは汚点かもしれない、ご本人も大変それに対して申し訳ないとおっしゃった。いやでも僕はそれに対して例えばね、77歳ではなくもう少し体力のあるお若い時にやるべきではなかったのかということを言った人もいます。いやでも僕はそうではなくて、77歳の信孝先生があの時でなければ表現できない世界、そしてあの世の世界にあまりにも近づいて、そしてでも倒れて立ち上がって演じ続けたというあの姿自身がまさに、実はコンパル流というのは戦後もそうだし、明治維新以降実は大変ご苦労された流派、歴代の家元はですね大変ご苦労されてきた、実は事実があります。そんな中で実はコンパの信孝先生という方が一代でこの戦後の能楽界の中で流派を立て直しをされて、多流と遜色ないだけ弟子を育てていろんな意味でこう、貢献されて、おそらく100年200年後歴史を考えた時に79代目のコンパル信孝という人がいたから今コンパル流があるんだよねというふうにおそらく言ってもらえるぐらいの、実は中興の祖としてのお役割が実はあった。そのまさに強烈な生き様がもう本当にどんなことがあってもやっぱり立ち上がってやっぱりめげずに生きていくというその役を全うしてきた、そのまさに生き様、これがやっぱり凝縮された舞台だったと僕は思っていて、あれは汚点でも何でもなく、やっぱりまさに77年のコンパル信孝先生の生き様だった。この境地というのは私は世界中の芸能は全く知らないし見たこともないものもたくさんあるだろうけれども、人間が人類が演じている世界としてはこれ以上先の世界はないなというふうに24歳の時にそう思いました。これを目指すんだと、この僕は信孝先生が演じた世界を一生かけて目指す、これを目指すんだ、それを具現化して見せてくださったということが僕らコンパル能楽師にとってもやっぱりすごくありがたい財産。もう信孝先生はそれが最後の舞台でした。実質舞台だった。はい、能としてはもう最後の舞台になりましたですね。はい、ですので、それを最後に残していただいたっていうのが僕らにとってはとても心の中に強く強く残っていて、能楽が目指す世界っていうのはまさに生き様を見せていく。しかもそこは技とか体とか肉体ではなく魂を見せていく、最後の魂をどう見せていくかっていうこと、はい、これがやっぱ能楽の最高の境地なんだということを思ってます。そこを僕は、能楽師の究極の目標としてはですね見せていきたいというふうに、これちょっととてつもない話なんですけど、いやそれはもう実に壮絶な、しかしまさに崇高さと肉体のね両立ギリギリというかね、肉体の持っている全てのその強雑物を、つまり老いというのは肉体が病んで汚れて、単にね物理的にはそれで老産そしてではない、それは現れとしてはそうで、小野小町の100歳というのはまさに美貌のですね最も、憧れられていた、みんなの手の届かないその女性の理想像がその完全な老産の姿でですね、出てくると、なかなか世界でないシチュエーションね。そう思います。その100歳の白雪姫とかさなんかねそういう感じですね。追い切ってしまったマリリン・モンローとかねあまりそういうシチュエーションでそのヒロインだった人間をね描く。しかしそれがそのバカにしたり汚さを描くんではなくて、そういう姿であることのその崇高さを描くということに、その若き日の山井さんが1週間でできるじゃないかと言ったら、実はその名人中の名人がその実際に舞台を全うできないような強烈なその没頭、そしてご自身自身がある意味で舞台の上での焦点をそのまま体現してしまうというね、ここに確かに何か真髄があるというふうにも感じますね。しかしそのすごい舞台にねいや強烈でした。もう経験されたもんですね。僕はもう本当に生意気なもんですから、やっぱり信忠先生がその舞台をですねやっぱり自分の汚点として感じてほしくなかった。僕はその時直接申し上げました。
先生あの時は僕はもう一生この舞台、これ以上の舞台はないと思って、先生にやっぱり目標にできる舞台を見せていただいたっていうことが本当にありがとうございますと、ですから僕は本当にそう思っていただきたいということを生意気にも77歳の信孝先生に対して24歳の私はそう申し上げました。そしたら信孝先生はにっこり笑われて「あ、そうだそうか」と「君はそう思ってくれたのか」と「じゃあ私はやった甲斐があったよ」とこういうふうにおっしゃられました。いい話だな。いや感動しました。そうですか。逆にそういうものをね、こう若い時からいろんな形で一心に浴びながらね、そのこう成熟していける世界って私から見ると、非常に厳しい道ではあるけれども羨ましくもあって、文学っていうのははるかにある意味で孤独でもあり、また今の時代非常にこの乱れてしまった、あるいはこう非常にそういう送電みたいなものが難しい、一度崩れるとなかなかこう全部が崩れたり大敗しやすいというようなものも感じています。しかしそういう世界にその能楽でこう何百年あるいは千年を超えた送電の世界にいらっしゃるにもかかわらず新しい挑戦を、あるいはむしろだからこそかもしれませんをされている。最後に少しそういうですね新しい試み、ずっと前編後編を通じてこう典型的な能あるいは古典、そして何を先人から継いできたかということを伺ったので、最後にその新しい側をということで、この放映のすぐ後あるいは最中かなに高姫を夏なさいますね。そのお話を少しご紹介いただけますでしょうか。ありがとうございます。11月の頭になりますけれども、国立能楽堂で、能楽も新作を作られておりますけれども、52年前にですね、作られた「高姫」という作品があります。これはアイルランドのノーベル賞作家イエイツという方が、能にインスパイアされて詩を書き詩劇として書かれた「鷹の泉」という作品があって、絶倒の岩山の岩の島に水が湧くというお話なんですけども、そこに駆けつける何人かの人々というこの人間ドラマで、人間という存在だったり水という存在とは何かって非常に能楽、人間の根源的なことを描いているドラマ、それをさらに元にして「高姫」という能楽作品が52年前に生まれて、そして大変斬新的な描かれ方をして演出的にも描かれていました。でそれが能楽の中ではこの50年間数多くの先人たちによって演じ続けられてきたものを、私は今回初めてそれに挑戦するということで、その本当に52年前のフロンティアスピリッツということ、能楽も結局ですね、今現在国で守られ、例えばよく言われるんですけど、能楽は全部守られてるんでしょう。いや違います。僕たちはもう一切明治維新以降ですね、武士という階級でした。そこまではですね、江戸時代までは。明治以降の150年は野に下りまして民間となり、そしてその中でやっぱり草の根で生きてきました。その幕藩体制時代の江戸っていうのは、その藩も幕府も積極的に能を庇護してきた、そうです。そして文化としてそれぞれが能楽堂もあり能楽師も各藩お抱えというのがあった。そうです。で明治以降、要するに市民平等になっちゃったら能もそういう武家時代にあった庇護っていうものがむしろなくなったということですね。そうです。でその一つのアドバンテージといいますか、もちろん僕たち能楽師の中にはやっぱりいい意味で侍スピリッツを持ち続けて今こう生きてきた。ただそこの例えば、あるパトロンであるとか、いわゆるごひいきとかっていう人たちがとても能を守ってくださった方々、もちろんそういう方は今でもおられますが、圧倒的に数が減り、そして、ある国からだったり地方自治体から特別な支援を得て、私たちだけが特別に守られているという仕組みがあるわけではなく、今現在生きてきました。そんな中で僕は今までのいわゆるお客様、オーディエンスというかお客様、客席にいるお客様と能楽というのがとてつもなく乖離をしてしまってですね、この距離感の遠さということをすごく感じていて、能楽は勝手にやってんでしょみたいなふうに思われてしまった、いやそうじゃなくて、皆さんが本当に一人一人が切符を買って見に来てくださる、たしなんでいただくでないと私たちは成り立たない。
まさにそれが強烈に今ですね求められて、こうではなければ我々未来の能楽の未来はないというふうに、私はものすごく強烈な危機感を持ったんです。ですからじゃあこれはもう私、格闘技とか好きなもんですから、芸術の一種格闘技戦に挑むと。でそこで私もロックバンドをやったりとかですね、吹奏楽やったりしてたもんですから、洋楽の方々とも積極的に講演をして、そういう方々と一緒に作品を作っていくっていうことをやりながら、実際本当に清水の舞台から飛び出るような思いで最初はやったんですけども、批判も覚悟で、やっぱりこれは21世紀という時代になった時にやっぱり、なるほど、大変それに対して共感してくださる方がやっぱり多くて。私が最初にやったのは2001年という時代でありましたけれども、そういう時にですねやっぱりなるほど、21世紀が明けるってこういうことなんだ、新しい時代が明けるってこういうことなんだなというふうにことを、時代の流れとか時の流れっていうのをすごく強く感じました。そんな中でさまざまな今までジャンルの方、邦楽の方もそうですし洋楽の方も含めて、いわゆるコラボレーションというものはですねたくさんやってきました。そういう中でやっぱり例えば僕も自分の能楽を当たり前にやる時に勉強になって、当たり前の能楽の価値観の再認識にもなったし、でも能楽という世界観をまたいろんな形で、いろんな人たちに伝えていく、広めていくっていうこともまた試行錯誤でありますが、それなりにできてきたんじゃないのかなというふうにも思っています。そういう意味ではさらに、ある意味で言うと全く新しい試みも、間もなく、挑戦される。それは、シェイクスピアを能楽師が演じると。これは先ほどそのヨーロッパ公演をしてね、向こうの人たちによく能の世界観が分かってもらえる。あるいは逆に言うと非常に価値観が違うという話が出ましたけれども、ところがそのシェイクスピアというヨーロッパの生んだ最高峰の演劇を能というこれは日本のある意味で最高の芸能、これがどう迎え撃つのか、私もまだ全く想像がつかないんだけどどんな試みなんですか？そうですね、これはですね、いや本当に今回、声をかけてくださった、シェイクスピアの演出家である木村龍之介さんというですね、本当に新進気鋭の、次世代を担うと言われている、世界でもですね今すごく注目されている演出家が、やっぱりシェイクスピアを描きたい世界っていうのはやっぱり能に通じるものがありますと。シェイクスピアというものを追っかけてきたらば、やっぱり世阿弥に行き着き能に行き着きましたと。その、役者が舞台に立っている圧倒的な存在感というものを発する。シェイクスピアはそれを求めてきたけれども、じゃあ日本人が演じる役者の中でそれができる人たちとは一体どういう人たちだろうと紐解いていっていろいろ見てみた中で、やっぱり能楽師という方々がこの舞台に立った時のこの圧倒的に発するこのパワーというかエネルギーというものが、これがやっぱり強烈であると。これをやっぱりシェイクスピアという世界と改めて考えた時に、これこそがやっぱり日本のこれからヨーロッパで見せていく日本人が作る一つの形として私は模索したい。その時にぜひ山井さん、あなたのお力をお借りしたいんですと2年前に言われてですね、シェイクスピア読んだことないって知らない世界で、それが2年越しでですね、今回ですね、年明けの1月にですね、実はいよいよ私もタイタス、アンドロニカスというですね、美しくもあり非常に残酷な、悲劇のシェイクスピア最高の悲劇と言われている、一つと言われているタイタス・アンドロニカスを、シェイクスピアをまた木村さんなりにアレンジした「新タイタス」というタイトルをつけて、私はタイタス将軍役、そこにまた将軍という描き方、いわゆる時代としてはローマ時代を描いてますが、そこを現代のこの近未来の日本ということをつなげて、また私能楽師ですから、そこに武士、侍ということをまたつなげて、その存在として描いていくと、一体どういう世界になるだろうかと。私以外の人は全ていわゆる新劇、現代劇の俳優さんたちですので、シェイクスピアの側の普通にシェイクスピアを演じる。そうです。そういう各方面から選ばれた方々がですね、今回いろんなジャンルの方々が集結します。ですので中にはオペラ歌手の方もいて、そういう方もいろんな特別なやっぱり非常に身体的修練を積まれたような方々だったりとか、そういう方々もいて、なのでバックボーンも違う人たちがボーンと集まって描くっていうことになると、でちょっと例えば集まって稽古をですね
まあ、したりした時にこの化学反応っていうのがですね、なるほどなっていうこの皆さんのそれぞれのこう発想だったりっていうのがいや面白い、まあ、そこに私も必死になってこう食らいついていくっていうふうな状況で、そのこう入っておくる。のおの側面と、はいそれから、主役でいらっしゃるわけでしょ、はいそうするとそのシェイクスピアと能っていうのは、まあ、ある意味では正反対で最も少ないセリフで、はい、その非常に遅いテンポ感、一方はもう機関銃のようにもうとんでもない数のセリフを瞬間にこなしていく、はい、この対極にあるわけですけど、これはどういう折り合いを簡単につけてるんですか。ですね、やっぱり場面によってはですね、やっぱり私もそのシェイクスピアのこう世界観で喋らなきゃいけないところが当然あるわけですね。でそこはやっぱり頑張っていただきたいとかやっぱり言われていて言われてるわけはい、なので、まあ、このセリフ量の膨大なセリフ量、まあ、私からすると、まあ、普通の、まあ、皆さん現代劇の人ってあんた当たり前でしょとか思うかもしれませんが、私にとってはですね、まあ、大変な実はセリフ量をセリフ入れなきゃいけないしねそれを今現在まさにですね、その格闘をしてセリフを覚えるということが、まあ、そもそもシェイクスピアのまたこうリズムというのがありますので、ありますね。はいまあ、そこもやっぱり私なりにまさに異種格闘技ということで、まあ、挑戦する、してそこに皆さんと負けないようにこうシェイクスピアの世界観ある場面によっては逆にこう能楽的な世界にこう引きずり込んでいくっていうか、その場合は能楽とシェイクスピアを能楽に引きずり込むというのは、そのまさに能のして方の、はいとしての能のこの演じるような空間もやはり出てくる、そうですね、はいそうです。能楽的にやっぱり表現する、ここは能楽的にやってください、ここはもうテンポ感一切無視して能楽的なセリフの言い方であえてここはもう構わずやってくださいというふうに演出家の方からそう言われて、はい、そこはもう使い分けていくっていうふうなバランスですね。はいはあって言いながら、これはさすがイメージがつかんわいやそうなんです。いやこれこそまさにもうまさにこう僕もいろいろ調べたらなかなかシェイクスピアに取り込まれた戦時っていうのはそれほど多くないと能楽師の中でもですね、あまりね、歌舞伎は私のね、まあ、ある意味で文学上の師匠福田恒也先生だったわけですけれども、その福田先生は歌舞伎と新劇、まあ、シェイクスピアと歌舞伎で、これは結構野心的に、コラボレーションをされていて、まあ、先々代の白鸚になるのかな、とかですね、は福田さんの明智光秀をやったり、あるいは福田さんで、マクベスをやったのかな、ちょっとそういう形でね、ありました。だけど能というのはちょっと考えるとなかなかこうコラボレーションしようがないような気がするので、これは逆にまあ大変面白いなと今からどんなになるかちょっとこう怖いもの見たさと非常な期待感とワクワク感と全部ないまぜになった感じで、もぜひ伺いたいと思います。ありがとうございます。いや本当にもうそのなんていうか能楽的な僕の中でうまく言えないんですけど、まあ世阿弥という人が伝えてきてくれた一つの大きなメッセージだったり教えだったりということと、まあ本当にシェイクスピアが書いた文章を本当に見て、シェイクスピアという人がこうなんか不思議なんですけど、なんか手を取るというか握手をする瞬間っていうのがなんか僕の中にもこう通じるあるわけなんですよね。これはやっぱりゾクゾクするというか。そうか、いやすごいことをおっしゃいましたよね。世阿弥とシェイクスピアが握手するってそれはすごいねいや本当に、いやそうか、これはまあ世阿弥はね、それこそ福田恒也ともう一人私にとってはね、この2人を恩師と言ったらこれ戦勝になるので言えないんだけど、まあ去年亡くなられた山崎正和先生、私はこれは大学時代不詳の不詳の不詳の松弟子の松弟子の松弟子いや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 本当なんです。もうろくでなしの大学生ですそれでね、山崎先生はまあ世阿弥ですね、そしてまあ彼も演劇人でもあり、文芸評論家でもあった。でまあ彼の演技する精神という、まあ、代表的な日本人の書いた
最も優れたいわゆる演劇学的な美学書だと思うんですけど少なくとも一つだと思うので、それが最終章は世阿弥の家電書に当てられてましてね、非常にある意味で言ってアリストテレスからメルロポンティとかですね、最新の、20世紀後半のその身体論のようなものまで通覧した上でこの世阿弥に戻っていくっていうかな、日本人でなければ書けない。でもその福田さんのシェイクスピア、山崎正和さんの世阿弥っていうようなことを今ふと連想したんですけれども、これは演出家の木村さんの着眼なんですか？そうです。はい。その若い私の10歳若いまだ30代後半ですねの木村龍之介さんがぜひやはり多くの先人、木村さんはもともと師匠が蜷川幸雄さんであり、出口典夫さんというまたシェイクスピアシアターということで全作品演出された、彼の師匠である蜷川先生は、歌舞伎をですねされた、ですから能楽をシェイクスピアにどう結びつけるかってことは実は誰やってそうで実はあまり手をつけていなかった世界だったので、それを自分はぜひ挑戦したいんですと。っていうその着眼点で、とてもその演出家の木村さん彼自身も能楽に対して大変やっぱり敬意を持ってくださって、その能の世界観ということに対してとてもその理解があるというか、若いですし僕もいろんなことをお伝えするともうそのまま本当にもうスポンジのようにもうバンバン吸収してくるので、もうどんどんこうなっていくっていうか、もうどんどんこうコンテンツ自体もどんどん膨らんでいくわけですね。そうなんですイメージがね。そういう楽しみって言いますかね、僕もすごく勉強させていただきながら、触発されながら今作品作りをいろいろやってるっていうところですね。いやそれは本当に楽しみだし、少し私も勉強しながら伺いたいなと思いますね。でその11月の今先ほど申し上げた「高姫」という私の公演のその作品も木村龍之介さん、そのシェイクスピア演出家が演出をするんです。そうなんですか。はい。なのですからもうホームアンドアウェーの2回戦で、11月に私のホームグラウンドで能楽の演出をしてもらって、そして私はそのシェイクスピアという作品にもうバーンと裸一貫で飛び込んでいくということで、ホームアンドアウェーの2回戦やろうじゃないかということで11月と1月ということで、実は両方もある意味で壮大なセットになってるわけですね。そうなんです。面白いな。そういうものでまたこれからの未来、今の日本人だったりとかこれからの世界の人たちに対しての一つのメッセージっていうことを込めて、日本人にもこれから世界の人々にも一つ発信していこうじゃないかというようなことを木村さんとは語り合ってます。前編後編2回にわたって能楽師の山井綱夫さんからさまざまなお話を伺いました。くめども尽きぬというようなですね、この大変なお若さとエネルギーがおありでありながら、同時に非常に高齢の大家の先人たちから学び、その一回一回の学びを新しいエネルギーに変えておられる。改めてですねじっくり2度にわたって伺うと、この能の魅力、そしてまた山井さんの芸境芸風というものに対するですね強いまた関心を新たにした思いです。本当に私どもの文化サロンの方もアドバイザリーボードメンバーとしてお忙しい中で全面的にご協力をいただき、その上またオープニングで祝言をいただくというのも光栄の極みです。2度にわたる山井さんのシリーズいかがでしたでしょうか。山井さんありがとうございました。ありがとうございました。